Hey guys! 皆さんこんにちは、いっちーです。明けましておめでとうございます。ってことで、新年一発目の巡礼は羽田空港から、今回は秒速 5cm の聖地巡礼をしていきます。秒速 5cm は短編3話の連作構成からなっていて、今回は2話コスモナウトの舞台となった鹿児島県種子島に訪れます。それでは種子島に行きましょう。はい、ということで鹿児島無事に到着しました。鹿児島空港から種子島行きの船が出ているところまでバスで向かって、そこからフェリーで種子島にね向かっていきます。鹿児島空港から鹿児島港までバスが出ています。料金は片道1400円で約1時間ほどかかります。鹿児島空港からもバスで1時間ぐらい来て、こちらのね船乗り場にやってきました。ここからさらに船に乗って種子島に向かいます。いや今日だけで飛行機、バス、船と陸海空のあらゆる交通手段を存分に利用してますね。種子島行きのフェリーは事前予約が可能なので、そちらで予約を取っておきました。事前予約の方が価格も安く抑えられるので、種子島に行く方は事前予約をお勧めします。船に揺られながら約1時間30分の船旅でした。風の影響もあって波が高く、かなり船が揺れましたね。あんまり船に乗る機会が僕自身なかったので、これはこれで新鮮な思い出になりました。種子島にやってまいりました。それではね、早速、秒速 5cm の聖地巡礼をしていきましょう。簡単に種子島の紹介をします。北から西の表市、中種町、南種町の1市2町に分かれています。秒速の聖地のほとんどが中種町に存在しているので、まずはそこへ向かいましょう。はい、ということでね、こちら後ろに見えるのがね、実際にモデルとなった高校ですね。ちょっとね、さすがに中には入れないんですよ。外からね、どんな感じかをね、ちょっとお伝えします。こちらの高校は、かなえとたかきが通っていた高校のモデルです。外からの撮影ですが、作中でも登場してきた学校の外観のモデルそのままですね。下部を止めてある駐輪場もありました。はい、というわけでですね、ちょっとね、そんな高校長々とね、さすがに撮影はできないうちの聖地にね、向かっていきます。暖かいかなと思ったんですけど、意外と結構風が強いっていうね。続いて訪れたのは右手にあるコンビニ。こちらはアイショップ石堂というコンビニで、作中だとかなえとたかきが下校途中で立ち寄っていたコンビニです。コーヒーだったりとか、ヨーグルトでしたっけを買ったコンビニですね。僕もちょっと今から実際に買ってきます。多分やっているんでね、ちょっとね買ってきます。店内も撮影許可をいただき、撮影させていただきました。今もなお作中で見たままの内装になっていて、これはファンにはたまらないですね。聖地巡礼ノートもあったので記念に書いておきました。奥の方にはありますね。秒速ファンなら買っておきたいコーヒーとヨーグルッペ、こちらの2つを購入してベンチで記念写真。数年前の作品だったこともあり、もうお店や周りの雰囲気も変わってしまったのかなーって不安だったんですけど、昔のまま残っていたのでファンとしては嬉しかったです。ここでね、花江と高木が一緒にいて、バイクが壊れちゃって、一緒に歩いて帰ろうよって言ったね、高木くんのね、優しさというか男気みたいなところもちょっと惚れちゃいますよね。あのシーンもね、個人的に良かったですね。せっかくなのでベンチちょっと座ってみました。さっき巡礼ノートあったんですけど、さっき多分2025年とか本当に今年まだ来られてる方もいるんで、秒速 5cm の聖地巡礼人気なんだなって思いまして、海外から来られてる方もいてね、いや今後もね、ぜひね、いろんな方がね、この種子島訪れてほしいですし、こういうお店もね、今後ちょっと残ってほしいなって、一ファンとしてはね、ちょっと思いました。まだ訪れたことがない方はぜひ一度ね、こちらのお店訪れて、コーヒーだったりとかヨーグリッペ買ってみてください。
はい、ということで続いてはですね、先ほどのアイショップからちょっと進んだ場所に、こちらちょっと高台というかこっちが上がってる場所があるんですけど、ここもね作中で出てきた場所なんですよね。こちらはかなえが高台から種子島の景色を見ていたシーンで登場してきた場所です。手前が畑になっていて緑がなかったんですけど、おそらくここで間違いないかと思います。種子島自体がそんな土地は高くないんでね、少し高いところ行くと結構広々と奥の方まで見渡せるんでね、いい景色が広がってますよね。本当は多分風車が見えたはずなんですけど、ここを聖地としておきます。多分ここなんと思いますけどね。続いてやってきたのは、かなえがサーフィンをしていた中山海岸です。作中でも印象深い聖地の一つですね。風は強いんですけど、ちょっとせっかく来たんでね、この海岸をね散策しましょう。この海岸、砂浜結構いろいろ物が落ちてたりするんですけど、でも海がねすごい綺麗なんですよね。エメラルドグリーンですごい透き通ってるんですよ。ちょっと行けるところまで行きますけど、分かりますかねこれ。ちょっとな動画で伝わってるか分かんないんですけど、いやマジでエモいんですよね、この雰囲気。ちょうど夕方のタイミング来れたんでよかったですね。実際サーフィンしてる人いそうっすもんね。乗りやすそうな波ですもんね。僕サーフィンやったことないんで分かんないですけど、ちょっとそれっぽいこと言ってみたんですけど。はい、ということで中山海岸でした。いや結構ね、秒速 5cm 自体もね昔の作品だけあるんで、やっぱ結構懐かしいなって思った方も結構多いと思うんですけど、ぜひね、僕の動画見返すなりして、懐かしんだり秒速 5cm の聖地、種子島に訪れてみるのもね、それはそれでね楽しいと思うんで、ぜひお時間ある人はね訪れてみてください。いやここの景色結構見たかったね場所の一つなんで、秒速の中で。しかも夕方にちょうど来れたんでね、めちゃくちゃ嬉しいですし、いい景色が見れました。中種町の中心地に戻ってきました。こちらの道路も聖地として登場してきています。ロケットが打ち上がるシーンで登場していた道路の風景です。今回種子島に訪れてるのが今1月の25日なんですけど、2月の1日に実際にロケット打ち上がるらしいんですよ。でもちょっとねそのタイミングには合わなかったんですけどね、ロケット打ち上がるってなかなか見ないじゃないですか。見たかったんですけどね、しょうがないですね。はい、ということでこちら後ろに見えるのがね新海誠監督が泊まったと言われているグリーンホテル栄さんですね。こちらのホテルをね予約したので泊まろうと思います。館内には秒速 5cm のポスターが飾られていました。早速お部屋の中を見ていきましょう。こういう感じがいいっすね。和室だ。こんな感じのお部屋になっております。部屋は今回予約で取れなかったんですけどね、ここらしいです。でちょっと外の景色は全然違うんですけど、こんな感じですね。新海誠監督が泊まった部屋、作中で見た景色が見れるんで、ぜひね皆さんもそれをね狙って訪れてみてください。はい、ということでおはようございます。秒速 5cm 巡礼2日目です。いやー昨日はね疲れたのかめちゃくちゃぐっすり眠れました。今日も昨日巡れなかった聖地を巡っていこうかなと思います。それじゃあそれでは2日目を楽しんで巡礼していきましょう。はい、ということで後ろに見えますかね、こちら空港ですね。高木でも見送りをした時に登場してきた、空港で、もうここはね多分使われてなくて別の空港があるんですけど、ここが旧種子島空港。あそこ見えますかね、種子島空港ってなっててね、昔は多分使われてたんですよね。今は旧空港になってますけど、ちょっと中もね今工事中で入れない人からね撮影させてもらってます。こんな感じです。向こう側が本来は滑走路みたいな感じで飛行機が飛び立ってたんでしょうね。ここにも書いてありますね。聖地巡礼スポット秒速 5cm とロボティクスノーツですね。ぜひ皆さんもねこちらの空港もね訪れてみてください。訪れてるかこの動画見てる人は多分訪れた人ですよね。おそらく多分懐かしんで見てる方が多いんじゃないですか。でここにも一応聖地巡礼マップみたいな感じでね書いてあるんで、参考にしてみてください。今やっぱね朝の8時ぐらいからね今巡礼してるんですけど、やっぱ静かですね。人もねいないので、なんで結構回りやすいですね。ということで
最後の聖地にやってきました。今からちょっとねその風景をお見せしようと思います。こんな感じになっております。どうぞ。ここのね道だと思うんですけど、画角がねさっきのところからじゃなくて、もしかしたらちょっとあっち側からこう向こうに撮った感じになってるんですかね。はい、ということでサトウキビ畑の通学路ということで、やっぱここがね聖地でしたね。はい、このマップを参考に来ました。ちょっとサトウキビ畑だけね僕は最初調べた時分かんなくて、でもやっぱ地元に行ったらねこういう情報があったんで、これを参考に来ました。でおそらくこっからの景色ですね。夕方とかに行けば結構いい感じの景色が見れるんじゃないのかなと思います。今回僕ちょっと朝方に来たんで、朝方も朝方でねいいかなと思います。ということで、聖地は一通り巡れたんで、時間があるんで今からね種子島観光のおまけみたいな感じですね。それじゃあ行きましょう。最初に訪れたのは南種町にある千倉の岩屋。太平洋の荒波が作り出した海食洞窟で、こちらの洞窟が1000人座れるほど広いと言われたことから名前が付けられたそうです。干潮時のタイミングを狙うと洞窟の奥まで入ることができました。はい、ということでね、こちらの場所もどうですか。当たり前ですけど秒速の聖地だけじゃなくて他にもねいろんな観光名所がたくさんあるんで、ここ以外にも次行くんでそこもねお見せします。いやめっちゃ綺麗ですね。ほんと種子島これ良かったです。次はね長谷公園にやってきました。ここからはねJAXA の打ち上げだったりとかをね見れる公園らしくて、で今回はちょっとタイミングがタイミングで2月1日に打ち上げがあって、JAXA 周辺らへんはちょっと行けないらしいんで、今回はね行かずにこの公園から、結構この公園高台にあるんで、そこからちょっとね JAXA を見下ろそうかなと思います。あれですね、奥に見えるのがね JAXA ロケットが打ち上がる場所ですね。見えるかな。JAXA の方には種子島宇宙センターがあって、人工衛星およびロケットの仕組み等が無料で一般公開されていたり、一般の見学者も利用できる JAXA 食堂もあるので訪れてみてください。ということで続いてねこちらの種子島空港にやってきました。隣の空港周りもねいろいろ散策しようと思います。こちらの空港は2006年に新種子島空港として開港し、2008年に現在の種子島空港に名称が変更されたそうです。空港内は広くはありませんが、カフェや宇宙関連の展示物が併設されていました。種子島でよく目にするおじゃりモーセは種子島の方言でいらっしゃいませだそうです。時間もあったのでカフェでゆっくりしてきました。はい、ということでね秒速 5cm の聖地とか種子島のね観光名所も巡れたんで帰りますか。はい、ということで今からね船に乗って、帰ろうと思います。はい、ということで無事に帰ってきました。いやー、種子島良かったですね。作品自体がね結構昔の作品なんで、種子島の聖地自体もなくなってたりとかしてるんじゃないのかなと思ってちょっと不安だったんですけど、実際行ってみたらそんなことなくて、ほとんどの聖地がね今もなお残ってたし、コーヒーとヨーグルッペ買えたんでね、いや個人的にねそこはめちゃくちゃ良かったなって思いました。巡ってて思ったんですけど、種子島の雰囲気自体も本当にのんびりとしていて、心が安らぐというか、そういう風なね気持ちになれる場所でした。サトウキビ畑の通りがね個人的には秒速の中で一番好きな聖地だったんでね、あそこを見れたのはね本当に感動でした。ぜひ皆さんもね機会がある際に種子島に足を運んでみてはいかがでしょうか。この動画がいいな、参考になったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。See you!